今回の産業まとめ。アリババに行政処分。罰金は3000億円。法に基づいた正しい処理。中国の国家市場監督局は、アリババグループに対して独占禁止法に基づいて行政処分を下しました。現地調査及び聞き取り調査を行って証拠を収集、専門家らと詳細な分析を行った結果、独占支配に当たるという結論に至ったとしています。調査結果によると、アリババグループはオンライン小売プラットフォームサービスで支配的な地位を占めているとしています。ネット通販サイトの運営では、販売者が他のサイトへの出品を禁止する二者択一を迫ったと認定。支配力の維持と強化、不当な競争上の優位性を獲得したという理由で罰則を採用したとしています。罰則は2019年の中国国内での売上高の合計4557億1200万元、日本円で約7兆6000億円の 4%、182億2800万元、約3000億円になることが決定されました。これは中国の独禁法違反の過料としては最大だとされています。習近平国家主席は昨年からアリババのようなインターネット通販企業への締め付けを強化しています。こうした IT 巨大企業への厳しい対応は、中国政府による民間企業への統制の強化、そして介入を今後とも行っていく姿勢と捉えられています。中国当局は今回の手続きについて、すべて完全で法に基づいて正しく処理されたものと評価しています。編集所官。今回の概要。中共批判したアリババ創業者。どこかで見たような制裁。民間企業が中共に歯向かうとき。昨年末から見せている中国の巨大 IT 企業への規制強化についてはいくつかのポイントがあるようですね。最も重要なことは、GAFA のような政府の力をも上回る企業は絶対に作らないことです。要するに民間企業の存在が中国共産党を脅かすことにならないよう適切という言葉が正しいかは別として、指導していくということです。指導という言葉もおかしいけどね。まあこれは共産党用語みたいなものなので。すなわち、中国共産党が何においても唯一の存在であり、ナンバー2はもちろん、ナンバー3もナンバー4も必要ないということです。完全解でなくてはなりません。昨年10月、アリババグループの創業者ジャック・マー氏は4大国有商業銀行が寡占状態にある中国の金融規制システムを老人クラブと批判。これが習近平国家主席の逆鱗に触れた可能性が高いと見られています。中国がデジタル人民元の導入を進めていくにあたって、アリペイの存在は非常に邪魔だという指摘もありますね。アリババグループに限らず、多くの中国巨大 IT 企業は金融業へ積極的に参加しています。中でもアリペイや WeChat Pay はその通貨をそのまま投資に移すことが可能で、投資好きの中国人の心を掴んだようです。この運用資産が非常に多く集まり、国有銀行に回るはずのお金がそちら側に集中するという状況を作ってしまいました。民間企業が国有銀行に牙を向いたとあらば、中国共産党指導部としては適切な処置を行わなければなりません。理由は何でもよくて、これまでに問題視されていようがされていまいが、何かしらを論理的に指摘して強力な罰を与えるわけです。中国の法律を左右するのは中国共産党ですから、昨日まで問題がなくても今日から問題になるというのはしばしば起きています。これまで問題視しなかった二者択一を問題視し、話だけ聞けばなるほどと納得するような論理構成でアリババを違法企業に落とし込みました。こういうあたりを中共の偉い人たちはうまく作るなとちょっと感心します。これも重箱の隅をつつけばすぐに矛盾は出てくるんですけど。中国共産党政府と民間企業の戦いは新たなステージに入ったと言えますが、今回は中国共産党がその支配力を見せつけたという印象があります。このように、表面的には理にかなっているように思えますが、言いがかりに近い形で特定企業を貶めるやり方、あれ、中国が批判していたような。そう、米国が特定の中国企業を狙って次々と制裁を行っていましたね。その手法にとことんよく似ています。もっとも中共は、これはあくまで法にのっとった手続きだと主張していますけどね。まあ、中共が思うがままに作った法律なんですけれども。こうした反逆者が二度と出ないように、
中共は独占禁止法を改正していくとしています。いいね、自由にできて。正確にはいつからかわかりませんが、中国の税収の大半は民間企業からとなっていて、中国は下手に民間企業を押さえつけることもできません。彼らの力なくしては、現在の中国は全く成り立たないからです。そういう意味では改革開放は間違った選択ではなかったと言えるでしょう。ですので、ここから先は中共の指導のさじ加減が重要になってくるでしょう。とにもかくにも、第2のジャック・マーのような存在をいかに作らないかが重要です。そのためには民間企業同士の結束というのを阻む必要があるでしょう。今回のジャック・マーの金融規制批判に、他の企業経営者や幹部は賛同しませんでした。やばい共産党批判だと感じたのでしょう。これが中共にとっては幸いしましたね。根回しをしたのか彼らが自主的に賛同しなかったかはわかりませんが、おそらく後者でしょう。もし複数の巨大企業が中国共産党の政策を大々的かつ徹底的に批判することが起きればそれこそ一大事です。法的措置を取ってへこませることは容易ですが、中国経済の勢いがそがれる結果に陥りかねないからです。中国の崩壊はこうしたところにもリスクがあるというのを今回は少し感じましたね。アリババって楽天みたいなやつでしょ？まあ、そんな感じかな。意外と言えて妙かも。本当？あんまりよくわかってないんだけどね。へへ。まあ、いつも通りってところだよね。これって3000億円払うの？一括か分割かは知らないけど払うみたいね。大変だよ。会社潰れたりしない？アリババの支配的な地位は変わらないだろうから、急速には潰れないと思う。ただ、弱体化してしまうかもしれないね。他に大きい会社って何があるの？中国の。検索エンジンと動画配信のバイド、あとは SNS とゲームで成長したテンセント。バイドは知ってる。ヤフーみたいなやつでしょ？テンセントって知らないね。聞いたこともない。多分ゲーム好きな人にはそこそこ有名だと思う。代表作が何かとかは全然知らないけど。ゆるりんゲームしないもんね。ほとんど。取材でする程度。ハーウェイやシャオミは知ってると思うけど、スマホとか通信機器なんかを作ってる。そっちは知ってる。ニュースでもよく出てるしね。あとはいわゆるフードデリバリーのメイトゥアン、ウーバーを追い出したディーディ。ウーバーがフードデリバリーじゃないの？ウーバーは日本じゃウーバーイーツが有名だけど、もともとは相乗りと配車のシステムで、そこからデリバリーにも広げたんだよ。そうなんだ。あれ？何の話だっけ？中国企業だよ。EC 関連では最近ピン業業、通称 PDD が勢いをつけてるね。アリババの失速で利益を得るのはここかも。全然聞いたことない。あれ？タオバオはどこなの？タオバオはアリババグループ。あ、そうなんだ。ちょっと仕事で関わったことがあるよ。海外企業にありがちな、どこが何系列かっていうのは全然わかんないよね。ペイペイはアリペイと関係あるの？提携関係にあって中国人はペイペイが使えるお店でアリペイが使える。孫さんはアリババに巨額投資してるんだよ。うわ、ややこしい。もういいや。ゆるりん、お仕事のトラブルなんとかなったみたいね。さすがに今回は肝が冷えたよ。ゆるりんの誠心誠意が伝わったんじゃない？諦めずに資料を作って先制攻撃したのが良かったみたい。あと、他の企業も結構ポカやってたらしくて。それで思い出したことがあるんだ。私の会社の取引先で、高い月額費用を払っているのに全く効果がないと思える状況が数ヶ月続いて、ついにそこと取引が終わることになったんだ。ああ、惰性で払っちゃってるやつね。ヤフープレミアムみたいな。そんなの払ってるの？全く使ってないのに数ヶ月払ってた。あと、フジオンデマンドとかも。気をつけなきゃ。それでね、私の上司が一度担当者を呼べってなって、そこの担当者が会社に来るはずだったんだけど、なんと別の人が来たの。担当者が変わりましたって。へえ。私の上司が文句を言って取引終了を告げるはずだったんだけど、その新しい担当者の対応でそれが一変したんだよ。
打ち合わせの最後には上司も私も、来月からもよろしくって言ってた。うわ、天才が来ちゃったのか。若い男の人だったんだけど、これからの対策をしっかりまとめてきてて、それよりも人柄がなんだか不思議なくらい感じが良かったんだよね。毒舌な私の上司も初めはいろいろ文句を言ってたけど、だんだん態度が柔らかくなったよ。もう一回任せてみるかって。へえ、そんなこともあるんだ。ゆるりんがまさにそれだったよね。そんなにすごかったかどうかはわかんないけど、でも新たな受注もあるかもみたいな感じ。一生懸命さって資料とかだけじゃなくその人の態度にも現れるものだよね。私はそれを見る目があるんだよ。この人は誠実な人か、適当な人かってね。私はって、白雪さん今のに関係あった？打ち合わせに出て、よかったですねって上司に言ったよ。でもその会社は半年後にはやっぱり契約終わったけどね。いろいろあるよね。やっぱりダメだったの？ダメだった。じゃあ白雪さんの見る目って何？私も危ないかな。